はいどうも、まさしみゅチャンネルです。今回ですね、久しぶりに、皆様からいただきました小ネタバグ情報をもとにいろいろ面白い検証をしていきたいと思います。あと動画の後半にですね、皆様に、僕がね普段物語で使っていたって過去形になっちゃってるけど、ニトレとかそういう、他部署とかなんか自転車屋さんとかの小道具の、ID を、公開したいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では本日のお相手はですね、昨日、動画で登場しました生徒会長葵ちゃんです。この生徒会長の葵ちゃんはですね、もうかなりの古参キャラで、もう初期から本当にいる、キャラクターなんですけれど、本当にねずっと、使い続けてるんで、もうなんていうか俺からしたらねもう感謝しかないです。本当いつもありがとう葵ちゃん。はい、それじゃあ小ネタ系やっていきたいと思います。まずはさっくりできるやついこっかな。自転車でですね、まず自転車を出します。はい、自転車出して、で自転車出して、この自転車の物理を切った状態で車の中に入ります。で車の中に入って、とりあえず一旦入るか。入ってこんな感じで入って、このまた車のところに、降りると面白いですよって来てたんで、これなんとなくでも想像つくな。俺なんとなく想像つくぞ。じゃあ行きます。せーの、おいっとやっぱりね、ですよね絶対そうなると思った。俺もやっぱり上に乗るなやっぱねこういう感じでね、これはこのまま乗れんのかな。どっち乗んのこれ。車乗るんだ。全然動かせない。てか普通に考えたらさ、これ自転車ぺっちゃんこになるやろこれどんだけこの自転車強いの。なるほど、自転車をこのまま消したらこの浮いた状態になるわけね。これ乗ったら元に戻るのかな。乗ったら元に戻る。これ多分車椅子でも一緒やんな。一回車椅子でもやってみますか。多分ね一緒だと思うんですけれど、物理を切って中に入ってたこのぐらいでいいのかな。せーのピッと。やっぱ一緒だな。車椅子でも同じですね。はい、じゃあ次なんですけれど、なんか結構ねこの鉄棒ネタが来てて、なんで今鉄棒ネタなんだろうと思いながらちょっと読んでたんですけれど、この単純に鉄棒でね高さをね、低くしたり高くしたりするとなんか、身長がねすごく伸びたりとかして面白いですよって来てたんですけど、これね当時もうめちゃくちゃやってたよな。多分みんなもめちゃくちゃやってたやつで、高さをこうやって変えたりとか、こういう感じでね、伸縮させたりとかしたらこんな感じになるんですけれど、ちょっと見えなくなるぐらいまでちょっとちっちゃくしてみるか。じゃあちょっとちっちゃくしてみよう。このぐらいかな。じゃあこれ下までいっちゃダメだな。このぐらい。よし出るぞ。せーのほいっといやちょっと予想外の出方しちゃった。あれなんか逆さになってる。もしかして。とりあえずちょっとこの状態はやりづらいから元に戻すわ。とりあえず一旦着替えよう。着替えてと、相変わらず鉄棒はですね、低くしたり高くしたりしたらこんな感じの面白い形になったりするんで、もしね知らなかった人がいたらぜひ遊んでみてください。じゃあ僕はついでにですねこの状態でヘリコプターに、乗ってみたいと思います。なんか面白そうだからやってみます。じゃあこのねなんかもう進撃の巨人出てきそうなね形してますけど、じゃあちょっと乗ってみよう。せーのはいと。やっぱ足出とんねん足出とんねん。それでも上のヘリのさプロペラもスレスレやで。はい、じゃあ次なんですけれど、まずはですね翔太くん、翔太くんでもみおちゃんでもどっちでもいいんですけど、子供キャラをですね一人こうついてきてもらいます。こんな感じで来ての状態にして、で次この来ている、子供キャラに変えます。で翔太くんにですねこのニャースケをですねちょっと持ってもらいます。子供キャラがこの猫を運んでる状態ももう明らかにおかしいんですけれど、でこの状態でまたですね大きい大人のキャラに、切り替えて、でこの猫を運んでいる子供を運びます。するとねこういう状態になるんですけれど、これでなんかね桃組のこの隣のこの平地でですねこのジェットパックに浮きながらこの状態で子供を離すとなんか面白いことが起きるらしいんで、ちょっとやってみたいと思います。じゃあ行きますよ。とりあえず落としちゃいいのかな。行
きます。せーのピッと。はい。なんだなに翔太くん、なんか魔法陣でも作ってんのこれなんか怖いねんけど、ちょっとちょっとやめてよ、来ないでちょっと。なにあ、やばいぐるぐる回ってる、暴走してる。ちょっとどうしたの、ちょっと翔太くん。いや、しかもなんかそれやめてよ、なんかちょっと儀式みたいなのやめて。すごい見て、スケート選手やん、もうこれ翔太くんスケート選手やん。もうにゃーすけかわいそうやな、振り回されて。はい、次はですね、小悪魔の衣装に、まずは着替えます。小悪魔。はい、小悪魔の衣装に着替えて、でですね、ひまわり組に行きます。ちょっとね、中に侵入したいんで、サクッとやりたいから敵をオフにしていこうかな。それで、こっちのね、拷問部屋に行きます。俺ね、ちょっと普段ね、ここあんまりね、使わないようにしてます。ちょっとなんかコンプラがね、怖いんで。で、まあ何がしたいかっていうと、ちょっと敵を復活させますね。この、なんかここね、挟まってる人をね、この小悪魔の状態で、攻撃したら、なんか面白いこと起きるらしいんで、ちょっとやってみたいと思います。じゃあ行くわよ、お仕置きよ。あれミスっちゃった。せーの、どうだ、なんか面白い。なんでお前泳いでんだよ。もうどこ泳いでんだ。ここ海じゃねえぞ、おい、水の中じゃねえぞ。あれちょっと待って、泳いでるやつ喧嘩しだしたいおい、あいつもしかしてあれかな、逆に拷問受けてたから恨みがあんのかな、仲間たちに。せっかくあそこから抜け出せたのにな。はい、じゃあ次なんですけど、忍者の格好になります。忍者の格好になって、で遊園地のですね、ジェットコースターに乗って分身を押すと、ちょっと面白いらしいんで一回行ってみたいと思います。これやってそうな気もするんだけど、じゃあ一回押してみますね。せーの、分身ピッと。はい。あれちょっと待って、これはちょっと予想外やったな。こんなとこにワープしてたっけ。それで動かせる。なるほど、動かせんのか。なるほどね。これいけんの、移動は。移動できんな。マジで。そうだったっけ。ちょっとこれ予想外だな。しかもなんかね、書いてた内容によると、ちょっと分身した後はちょっと動かし方が難しいですよって書いてたんですけど、確かになんかちょっと難しい。操作がね、いつもと違う。反転してんのかな、操作が。ちょっとこの状態でちょっとコンビニとか入ってみるか。難しいなこれ。ちょっとこっちかな。マミさんいない。なんで。なにもしかしてこれはちょっとパラレルワールドしてるみたいな感じ。こう分身してる側だから違う桜町になってるって感じ。でもやっぱそうだ。ほらだって見て、みんな車ね、誰も乗ってないもんあれ。すごい。ちょっとここはね、もしかしたら裏世界になってるのかもしれない、本当の意味で。はい、じゃあ次なんですけれど、背のね小さいというか体格が小さい男の子を水着に着替えさせてから、キックボクサーの服に着替えさせると面白いですよって来てたんで、ちょっとやってみたいと思います。まあ多分ね、おそらくだけどなんかコスチュームによってね、なんか体型がね変わるよね、確かにこれ。太一くんはね結構小柄なんで分かりやすいかなと。じゃあまずは太一くんを、水着に着替えさせます。ほら太一、脱げよ。いや肌白いし、もう華奢だな、ほんともう美少年って感じだな。これあれですね。じゃあまあ皆さんが喜ぶようにですね、太一くんをとりあえず照れさせておきますね。それでこの状態から、キックボクサーの、コスチュームに着替えさせてみたいと思います。いきますよ、せーのドンと。おい太一、お前急にちょっとムキムキになってんじゃねえか。もう腹筋割れちゃってんもんな。てかより一層照れんな、その姿で。はい、じゃあ小ネタマグはねこのぐらいにしときまして、最後にですね、俺がね、物語で今まで結構使ってきた、小道具系を、皆様にもですね、共有したいと思います。で名前がですね、まさしむが物語に使ってたシリーズって書いてます。でまさしむ2になってます。これなんでかっていうとiPhone の方から多分アップロードしたから、2になってるのかなと思います。で肝心の ID なんですけど、これです。5216
061588848651、これです。概要欄にも書いておきますね。で説明しておくと、この位置情報ね正直いらないです。っていうのもこの小道具の中に全部入ってるんで、だから1個じゃないんですよ建物。だから例えばもうみんなね多分ね動画見てくれてる人は知ってると思うけど、例えば公園に行くとこれね鬼ごっこで使ったやつがあったりとかで、みんな知ってるこのタブショーもね公園の隣にこんな感じであります。高級マンションのね隣かな、こっちの隣にこんななんかしょっぽいタクシー乗り場って書いてるこんなのもあったりとか、それでこっちかな、こっちのみんなが知ってるニトレがここにあります。でニトレの隣にですね中途半端に建てておいたこの洋画教室のやつもあります。これ多分ねセーブしてないから中作ってないわ。でこの俺がアップしたね正シミの物語に使ったシリーズの小道具はですね、本当にもう編集も可能にしておりますので、皆さんも煮るなり焼くなりもう好きに遊んでみてください。だってさ、最近この共有機能で俺も結構なんかいろんな人の建物ね見たりしてるんですけれど、このねまず俺こんなにさ建物いっぱいあんのにまだ211しか使ってないんよでもなんか他のすごい人のだったら1個の建物でこのぐらい使ってるってわけよ。だからもう本当に俺のね手抜き加減がねもうめちゃくちゃバレますけれど、物語にね使えれば俺は満足してるので、こういうさタクシー乗り場とかもさ、これしょぼいかもしんないけどやっぱりねこういうところにさ車をね、例えば俺物語使ったけど黒とかにして並べたりするだけで本当になんか見栄えとかが変わったりするから、なんかそういうのもねぜひ皆さんにもなんか発想の転換というかそういうのもなんかちょっと楽しんでもらいたいなと思います。それじゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。